カーで日本一周しながら誰もやってないことをやってみたいですね。静岡県で高校生の時アルバイトをしてて、歩いて30秒ぐらいのところにお寿司屋さんがあって、松崎っていうところが、そこで銀座のカラクさんっていうところで修行した方がお店出してて、それでそこでやった後に銀座行って3年くらいやって、その後は割といろんなところ行ってて、海外志向があったんで一回アメリカとか行こうとしたり、英語喋れなかったんで北海道のニセコのホテルに行ったんですよ。ルトンホテルで、そこで半年ぐらい、そこから帰ってきてからイタリアに3ヶ月行って、その後日本丸っていうやつ乗って割といろいろなところ行ってて、7年間かな。キッチンカーはもともと高校生寿司始めるときに25歳で絶対に独立するっていうのを決めてて、で24歳後半ぐらいでまだちょっとコースの2万3万の単価でっていうのはちょっと早いかなと思ったんで、キッチンカーで生ものってやっちゃいけなかったんですけど、それが3年前ぐらいに法が改正されてできるようになったんで、だけどまだ誰もやってないっていうので、じゃあやっちゃおうかな。今年の1月ですね、半年ぐらいか。思ってたよりは、ありはするんですけど、始めてから気づく支出がめちゃめちゃ多くて、やっぱ何するにも大変だなと思います。ガソリンの発電機とここにある蓄電機でやって、発電機とかも使っちゃいけないところとかあるんですよ。屋台でも寿司はできないのにキッチンカーで寿司だってできるわけねえなみたいな、これってよくあるんで、よく取れねえだろみたいな、取れてるから言ってるじゃんって思う。その先駆けっていうのもそれが名前の由来で、自分のこの名前が小林海っていうんですけど、その名前の由来が先駆けの物事の先駆けるっていうか、そういう生き方をできたらいいなと思ってます。誰もやってないことをやってみたいですね。やりたいことは、このキッチンカーで日本一周しながら各地の漁港とか市場とかに行って、で魚仕入れてそこで仕込んで日本一周したいんですよね。美味しいものとか郷土料理とかを全部網羅して、いろいろハードルはありますけど、できたら面白いなと思って、やればやったら多分できると思うんですけど、今日のおすすめです。ごま醤油でお魚をあえて、
それを冷やし茶漬けにします。限定5食ですね。仕事終わった後に自分が働いてたところでアルバイトしてて、はい、そこで出会ってって感じ。同い年ですか？はい、同い年。いや、ちょっと上です。福岡に住んでるんです。福岡からわざわざ。お酒は一応ありはするんですけど、あんまりやってないって感じですね。はい。じゃあ今日10貫。冷やし茶漬け、かすべ。あれはね、煮付けにしようと思ってる。チラシ用ですか？そうです。お客さんにどうやったら喜んでもらえるか。どこ行くにも一緒に行ってもらってるんで、大変だろうなと思います。すごく。いやー、お店も持ちたいですね。それも考えてはいるんですけど、キッチンカーまだ中途半端で終わったらちょっとあれなんで、まずはキッチンカーを。でもお店もチャンスがあればやりたいですね。サーモン丼ですね。サーモン丼今やってないんですけど、はい、常連さんなんで。あ、はい。毎週いらっしゃってる時は買いに来てます。今サーモン丼にハマっちゃって、サーモン丼でたまに違うのも頼んだりするんですけど、来てるのを知らない時期もあったんで、来てるの知ってから毎週木曜日見てよとか、アプリもなんかあるんですけど、アプリも見て、はい、来てます。したらキッチンカーだけって聞いてすごいびっくりしたんですよね。はい。いつもありがとうございます。じゃあお願いします。またお待ちして。高級業態とかもないじゃないですか。そんなボンボン宣伝しないキッチンカーとか知る人ぞ知るみたいなのにしたいなっていうのはあるんですけど、全部改造も込みで300万ぐらいです。何回かいらっしゃってくれて、でちょっと出張とかで
なかった時に来てくださってて、ちょっとお久しぶりです。お寿司は美味しい。わさびも美味しい。この間なんてバラじゃなくて、あれなんか切り身が乗ってるタイゴマンション。あタイのごま醤油漬けとマグロの漬けの丼です。ー、会いたくなりました。どれくらいやってるの？半年。そんな長らくじゃない。半年はぐらい。めっちゃバラだよ。美味しいとこってね。本当ですか。お寿司屋さん他にもあるじゃないですか、ええここで買う理由は何だ。こんなとこにね、で、これで味見をしようと思って、それが美味しくて、何だったんだけどお休みで、若い夫婦かどうか知らないけど、頑張ってらっしゃるからね、応援してあげようかなと思ってます。いや、こちらこそ。ありがとうございます。じゃあ失礼します。失礼します。すんごいんですよ。この水出しぐらいがちょうどいいのかもしれない。ただ産卵期前で卵持ってないんで、産卵期前っていうか卵持ってないやつなんで油が乗ってるっすね。なかなかありがとうございますって言えないですよね、パートナーの方に。ありがとうございます。それがうまくいく秘訣ですもんね。なるほど。間違いない大事にします。ありがとうございます。わさびもここ添えていい？でもさ、アップダウンがわかんないんだあー、コース。あ、そうです。あー、あれはディナーですか。お店でディナーやってたりする。あー、はいはいはい。どっち来るか。まだどっから。どっから。わさびは別に。おはぎいます。少々お待ち。ああ、落ちちゃった。ミニバナナいや、久々よ。はい。わさびの下よ。最近本当に弱い。本当だったらサラリーマンとかを目当てにするんだったらもうちょっと単価下げて1000円いかないぐらいの丼とかやった方がいいと思うんですけど、お客さんの声とか聞いてても美味しいものだ
ハードルが。10で、はい。あさってが午前中に37、夜8。早い時はなんかそこにちょこちょこ集まってきてくれてるんですけど、ここでお酒持参で来る方もいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったらまたぜひ。はい、またありがとうございます。このたくあんを薄く細く切るのがバラチラシの一つのポイントです。お願いします。わさびがですね。おひつ。わさびもここ添えていい？もうちょっと入れる？水このよった。すみません、お待たせしました。で白身がマトウダイです。マトウダイで、その隣が天使のエビ、中トロ、ホタテの佃煮です。エビホタテの佃煮にしてます。で、これが煮穴子で卵焼きです。ありがとうございます。またお待ちしてます。
円でしょ。だから赤身、これがマトウダイ、これが天使のっていう。どうしようか。パックでこれにしようか。赤身、マトウダイ、サーモンですね。収集車外かな。外かな。あ、オリーちゃんですか。天使のエビです。中トロです。トマトかけ。失礼します。日本一周して各地の美味しいものとか郷土料理とかを知り尽くして、そのお客さんに合わせたコースをお客さんごとに作るっていう、そういうのできたらめちゃめちゃいいなと思って、そういうのやりたいなと思ってます。柔らかいのがカスゴダイの持ち味だと思うんで。は東京から2時間くらいだったら、マジですか。千葉でも静岡まで行ってますよね。静岡まで行きます。三島、ギリ三島まで行きますね。たまに下田とか行ったりします。あれで行くか、前日にクール便で送って持ち込んでもう握る状態にして送るか。塩で。
ね、2月寒い時期からですね、最初はここでつまんでお酒を飲んだり、まあ大体それからもう帰りにして、もういつもの気分が楽しい。数えきれないんですよ。それきれないですね。会場本当に美味しいし安いし、でいろんなこう背後の話とかも聞かせてくれる感じですね。何でもやっぱその時の旬のものを食べさせてくれるので、マヨチラシなんかも絶妙な味付けで大好き。じゃあ私はこれはもう表面洗うだけのやつ。今度これ口からと目からご飯が出るくらい、ここからだから発酵はするみたいです。まあだからそこに空気があんまり入らないようにして。ぐわーっとこう持ち上げよるぐらいに発酵しますね。左の船寿司が一般的な船寿司なんですけど、このオレンジ色のところが卵で、まず、あそこにあった塩まみれのやつが、塩切りっていうのが終わった状態の船寿司。あと目玉も取って、じゃあ私はこれはもう表面洗うだけで。昔100キロぐらいを僕と親父2人でやったんですけど、他は使う船は天然のニゴルフラっていう種類の船で、はいで4月から5月ぐらいまでの間に子持ちのものを取ってくるんですね。最低2ヶ月間ぐらいは塩切りしたものを、その塩を洗うという作業ですね。今日はちょっとした鱗とか、汚れとかですね、こういう際のササラっていうものを使って洗ってもらってたんですけど、違いとかあったら教えて、言い悪いとか。1000年も前の魚をつけるっていう行為が未だに続いてるいうこと自体がすごい。祖父の時代から言うと約145年ぐらい、この船寿司っていうものが、はいいろんな文献に出てくるのが1000年以上前からあって、はいで、あさってつけるので、2日に今日と明日と起きます。その冷蔵庫とか冷凍庫とかエンジンのついた船とか、そういう文明の危機っていうのは1000年の間から考えるとほんの少しですから、何にもなしで炎天下でこういうのを作ってお皿なんだね。不思議で不思議で不思議で。魅力私発酵食の、仕事をしてて、それでちょっと興味があって船寿司はね、米と魚しかないのにちゃんと発酵してずっと食べれる食品になるところがすごい。船寿司も好きだけど周りのいいのところが好き。全部こっちだけだね。玄米もう一回炊いてます10回で5升の50升でしょ。はい12回13回合計のキロ数110キロぐらいじゃないですか。白米ねプラス玄米が27キロぐらい、140から150ぐらい。そうですね、いきますね。白米と玄米両方炊くのは何か意味があるんですか？玄米の船寿司もつけたいからなんです。通常白米だけなんですけど、クラフト船寿司として玄米を。
2回連続今滋賀県多分平均寿命全国で1位なんで、どこまで船寿司と関係あるかわかんないですけど、ちょっとは関係あるんじゃないかなと思って、実際に血圧下げる効果とかはもうちゃんと証明はされてて、乳酸菌発酵食品の良さとか重なって体にいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。これで何升ですか？これ 3.5 升です。お米はやっぱり美味しいお米の方がやっぱりいいんですか？駅前でしてあるところとかもあるって大将は言ってました。だけどうちは自分たちがもう本当に食べて美味しいそういういいお米、いつもコシヒカリの有機米でつけてます。いいよ。発酵したご飯をいいって言うんですけれど、船寿司が出来上がった時にそれを食べられないから捨て去るところもあるらしいんです、うちはそのいいのを美味しく食べられるようにいつもつけてるので、そのいいを使っていろいろと、スイーツを作ったりいろいろしてるので、お腹の中に詰め込んでいきます。もう一回塩をして、またこの桶の中へ並べていきます。わかりました。また近く来たら。場所って来たことなかったんですもんね。これでかいな。大体肩です。うちのはよく食べやすいとか、前食べれんけどここの食べれるわと言ってもらえるので、食べやすい部類に入る船寿司だとは思います。使う材料としてはご飯とお塩と船だけでして、空気中の乳酸菌が入っていってだいたい1年ぐらいかけて発酵していきます。骨は溶けちゃうので頭から尻尾まで全部食べることできまして、大体の人は初めて船寿司を食べるっていう感じで来られるんです。で来る方大体やっぱり船寿司って聞くと強烈な噂とか入らないんだらもう今度入ったいうイメージ持たれて来られる方が多いです。でただ100人つけたら100通りの味があるとは言われるぐらいつける人とか物とか場所で本当に別物というぐらい味は違ってきて、発酵してくるとこのご飯が盛り上がってきて、こんだけの石がぐわーっとこう横になったり、持ち上げよるぐらいに発酵しますね。蔵の中じゃなくて外に置いとくってこと？外に置いてあるところが多いですね、個人の家は。ここへここに詰め詰めます。ご飯を詰めるいうか押し込んでしまったら大丈夫です。だからダメなんです。あんまり下に行っちゃうから。ここがちょっとこめちゃくちゃ前じゃないですか。海藻前5年とか。ああ、海藻前、そういうことか。海藻っていうと海藻じゃないですよね。もうドアつけただけなんで。そうなんですね。マジ切りつけただけです。でもなんか配置とかも多分違いますよね。ちょろっとだけ。もうなんやろ、洗濯バサミで吊るしてとかっていう人もいますよ。10時から始まってるじゃないですか。はい。何時までかかるんですか3時ぐらいには終われてたいですね。700ぐらい。この間4、500って言っちゃったんですけど、数えたら700ぐらいいます。そう、塩漬けしてたのを一昨日洗って全部。だからここのところ口からと目からご飯が出るくらい、ここからこういうふうに詰めてください、口に。親指でも方がやりやすいかな、グッと。
見込まれてたりとか、あとは普通に前田さんとこ泊まった人のお客さんの朝食とかが産卵期なのかな。だから次行こうか。僕もちょっと食べれないなっていうぐらい結構匂いの強いものってあるんですけど、作ってる人はみんな自分が作ってるのが一番美味しいと思って作っておられるので、それが失敗してるとかではなくて食べ育ってきたものとか親から教わってきた作り方があって皆さん思う船寿司を作っておられます。僕が作ったその船寿司食べられるかの相性診断みたいなのがあって、はい、まず日本酒が好きかどうか、ちょっと癖がある系のチーズが食べれるか、カマンベールチーズぐらいが食べれるかどうか、あとヨーグルトとかですね。保存食なんで味めっちゃ濃いんですよ。あと乳酸菌が主発酵なんで甘みはなくて塩分と酸味が強いっていうような味なんです、はい、だから梅干しとかお漬物が食べれるかどうか、納豆とか塩辛程度の、レバーとかちょっと癖があるものが食べれるかどうか、サバとかアジとかの青魚とか、あとアンチョビが食べれるかどうか。でもやっぱ子供が好きな味ではないので、僕はちっちゃい頃全然食べれなかったんです。そうなんですね、はい、やっぱ匂い強いし、だってやっぱり日本酒美味しくなってから船寿司もすごい美味しくなったんですよね。酒飲みの方が絶対に口にはいいです。はい、取っててください。発酵はするみたいです。ちょっと強いかなと。これ一回知り合いがうちで習いながら船寿司つけたことがあって、はい、この水変える時に塩をしっかり入れんと上手にいかんかもしれませんとか言ってたら、めっちゃ入れてたから毎回めっちゃしょっからいのできました。めちゃくちゃしょっからい。入れない人もいるし、水変えない人もいるし。水変える？はい。うちはなんか薄いた薄いた。でまた20日ぐらいしてから次水を張る工程に入ります。早見症と前症とこれを一口で食べようと思ったらでかいんですよ。やっぱり初めての方って恐る恐るちょっと味見しようっていう感じで、盛り合わせなんで、はい、まずこの卵のところを使いたいので、この真ん中のこのスライスが一番よく見かける一般的な船寿司にはなりますね。同じ船寿司をこれ炙るバージョンっていうのをしてるんですね。お酢の場合はこんな感じでもうご飯がしっかり詰まってる感じですね。玄米で仕込んだやつとかも基本的に酢にはないです。大体の人は初めて船寿司を食べるっていう感じで来られるんです。船寿司って聞くと強烈な噂とかイメージ持たれて来られる方が多いです。ただ100人つけたら100通りの味があるとは言われるぐらい、つける人とか物とか場所で本当に別物というぐらい味は違ってきて、左の船寿司が一般的な船寿司なんですけど、このオレンジ色のところが卵で、尻尾が好きって一番好きっていう方もおられるぐらいで、ここも美味しく食べられるところ。この枕になってる白いペーストがあるんですけど、これは一緒に発酵してるご飯のところで、漢字で飯って書いて船寿司のい一つ右手前が同じ船寿司でも少し炙ったもので、初めての方なんかは炙ってる方が食べやすいという方が多いです。これは船寿司の頭のところ細かく切って、これも炙ってあります。この手前が玄米を使って仕込んだ船寿司。船もメスではなくてオスを使ってます。この右手前が鮎で仕込んだ鮎の慣れ寿司。一切れずつ比べてもらったりと
か、この船寿司はこのお酒と合うねとかっていうのを楽しんでもらうっていうような一皿になってます。こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。すいません。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。どうしたんやったよな。月中さんですね。もう本当に一貫性はあんまないですよ。まず最初コースの、お料理お作りからなんですけど、お魚は3種類どれも琵琶湖のお魚でして、白のお魚なんですけど、これは天然のビワマスという琵琶湖の固有種のマス。一つ右後ろ、皮がついているお魚ですが、これはニゴイとか、この辺ではマジカとも知ってる人に出すと、ニゴイなんか食べれるんかって言われてしまうような、普段はとても雑魚として扱われているお魚です。最後、大葉の上のお魚が琵琶湖のフナでして、フナが長浜では一番定番のお作りとして昔から食べられてきたお魚。これ何や言うてたこれうまいなこれ。ニゴイマジカツうまいですよね。ほんまかこれ。全部臭みないですね。何にも。ほんまかこれ。船もニゴイもマジで美味しいですけど、琵琶湖の鮎は一年中小さい鮎って書いて小鮎って呼ばれるんです。だからこのサイズ、琵琶湖の鮎の中ではもう特大に近いサイズかな。本日はニゴイでございます。ニゴイの炊き込みご飯です。琵琶湖のニゴイは本当にめっちゃ美味しいお魚で、本当にね、淡白なタイとかに近いような味わいなんで。領域とは全く違う領域。味噌のやつやったらねやな。そうですね。ちょっと安いよ。一番健康的な生活だし。な。ありがとうございます。さっと切られがいがないやんけ。お前一応、まあ1週間も2週間もお前悩んで考えてやで。てるからやろな。こちら、長浜で採れた鹿肉のしゃぶしゃぶでございます。2番手ではね、傷つかないんですよ。って言った時の力は、例えば、まあまあ人生のやつだけね、味わうのは何か言ったら、傷つくいうことや。悩んで傷つくいうことは、一番手を走ってるやつだけができる。なかなか合わんぞ、出てこんぞ、そんなやつは。はい。琵琶湖のニゴイという魚の、はい、ニゴイの炊き込みご飯でございます。はい。めっちゃええ焦げしてる。わあ、ええ焦げや。綺麗な焦げ。すごい柔らかい。ますますナポレオンフィッシュとマスのスケだけでこれやばいっしょ鎧のような感じの
ナポレオンじゃねえや。メガネ持ちのあっさりして美味しい。キングサーモン、ここもうまそうだ。これ焼いて食おうよ。この人のが一番最高に塩水が溶け出すんです。これ天草の新和町繊細な商品だから触ったところから溶けていくんですよね。取れたところ海が一番喜ぶ優しい。こんなことをするところはあんまないでしょ、寿司屋でも。ああ、いい。おお。見て。うわ。生姜もいる。おだす。おだす。いい天気ですね。あれ、もう色こと離れるんですけど。なんか言うと思ったらそれだけじゃよ。あれだ。あ、以上。ますますキングサーモン。ナポレオンフィッシュとキングサーモンとのどぐろをあと一先。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。よいしょ。まあでもこう触る人にいますけど、僕触ってはあんま分からないんで、はい、こうなんか爪に当ててこうクッと引っかかればもうあ溶けてるなみたいな。おはようございます。おはようございます。ナポレオンフィッシュとマスノスケだけでこれやばいっしょこれよいしょ。入ってた手で。そのまま。天然の真昆布。キロ8000とかするんですよ。いいです。マジで。
ったところでいやでも普通になんか鎧のような感じのわかりますなんかそれにしてもでかいっすね。通るかな。あ、出た。海にいる魚の殻の匂いって感じだ。ぬめりがすごい。次から次に湧き出てくるような感じで全然ツルツルならない。この辺はちょっと刺身でいけると思うんですけど、殻が思った以上にちょっと弱かったんで、この辺はもうちょっと煮付けに回しそうかなと思ってね。柔らかいすごい柔らかい。いや筋肉ですね。割れるかな俺。この辺も美味しそう。この辺。この辺か。美味しいでしょうね。塩水が水が入るとダメ、溶け出すんです。ポリタンクであるって言ったから、ここら辺も。60年ぐらい経ったね。先代からずっと使ってる。生産者のブランドです。はい、この人のが一番最高に顔見たことないけど、これは天草の新和町、非常にこう繊細な商品だから、触ったところから溶けていくんですよね。できるだけ触らないように、手で触ったりとかあんまり嫌ない。取れたところ、海が一番喜ぶ。優しい。こんなことをするところはあんまないでしょ、寿司屋でも。いいよいいよ。
オーバーに捨てちゃいかんね。社長書きました。いやいや、それ1個もうちっちゃい鍋分ぐらいで。はい、ありがとうございます。この魚は魚ってみたいな質問をしてしっかりミョウバンをたっぷり使ったウニがこちらでございますマフンウニ、まあ一般的によく出てますけど、まあ私たちは昨日取れたやつがもうパックに詰められて、まあ色は悪いですけど、これが天草のガンガゼウニ、1年を通してね美味しいというか、お客様には人気です。全然か。冷凍の方がやっぱ使いやすいっす。本当に。皮目の匂いがすごい。この辺割ってみましょうかね。マグロの匂いがするな。包丁が引けないですよね。包丁が。まあ、マグロとね、ウニとイクラと名物にしてきましたけど、お客さんも結構来ていただいてますし、他何もないのみたいなって言われるような感じになってきたんで、桜茶碗蒸しだったりと名物を作っていかないとですね、だからまあこだわりといったらまあちょっとね、どうにか飽きないようにはしてますね、なんとか。換気扇止めます。桜茶蒸しは、まあ、上に馬肉を乗せるのはまあ当たり前なんですけど、卵の
だしに馬の骨とキャベツ、人参、ネギ、生姜を混ぜたなんかブイヨン的なのを6時間ぐらい炊いて、それを混ぜてあるんですよ。だしが10に対して、その馬のブイヨン1みたいな感じでやって作ってます。ちゃんと商標登録番号も取れて、商標登録取ってますんで。よいしょ。人生2回目のキングサーモンです。ますます。これは難しい。綺麗ですね。これが普通の骨と違って軟骨っぽいんですぐ包丁が腐って入っちゃうんですよ。すごい油がありますし、こうやっぱりたまにはこういう高級な魚をおろしてみる緊張感もいいですね。すいません、申し訳ないです。
大丈夫です。動はですね、比較的にお作りの盛り合わせとか、まず、頭左、できればここからこうこうまたでAB 型だけ温度オフが激しいし。はい、これも一緒です。もうね、漬け覚えたらもう漬けなの。ああ、なるほど。
漬けの日もあっていいけど、じゃあそれ以外はって言われた時がきつくなるから、そういう風なところは全部教えて、これ欲しいですね、すごい。育てるのも定評がある。これどこの部分でしたっけ？馬のホルモン、大腸。大丈夫ですね。結局仕上げ中華鍋。先輩。売れない中華。売れない中華。何個やったの？待てよも何も今ついたはず。さっきは聞いて何キロなんで。そうでしょ。馬からホルモン、馬からホルモン、馬のホルモンですね。多分どこにもないと思います。これは一緒食べてみてください。一緒です
この馬の骨で取ったスープと卵とかつおだしと組み合わせて桜茶碗蒸しが出来上がります。おろした時よりめっちゃ硬くなってるっす。ナポレオンじゃねえや。メガネ持ちのこれカワハギが違ったよ。ナポレオンフィッシュじゃあ食べてみようよ。食べてみよう。この状況だと私は今のところそんなに期待感なくでしょう。あっさりしてる。あったでしょ。でもねっとり感覚があっさりして美味しい。この辺が緑のが美味しそうなんです。焼いて言われる。おいしゅうございます。ああ、いい。クレーンゲーム。いって。うわ。しょうがない。今度は何や。キングサーモン。キングサーモン。人情縮め。タグまでちゃんとついてる。おお、やば。ちょっと俺も。これも何ですかね、あっさりしてる。油乗ってるけど油があっさりしてる。油がうまい。これはうまい。こんなうまそう。だって尻尾だけでこんだけすごいけど、これ焼いたらいい。これ焼いて食おうよ。4番のテーブル4。誰もあるか。
そうです取るとざるに入れて水で戻して、あ、どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃい、どうぞ。ごめん。川波さんって幸せ。はい、立ち寿司。風せいろ出すよ。エビ美味しい。生が3つ。生1つ、これで3つ。出すとこあそこ。川波スペシャル第1号です。これ渡りガニですよ。もうそのまま食べてください。ですね。タスマニアのタコ。でこっちが今日昼仕込んでた地のタコ。お作りはもう大体こっち使う。なるほどですね。炒めるときはもうこっちのタスマニアの。了解です。すいません。はい。待って。ウニをイクラを乗っけて。はい。玄関。
今日作ったんですか？そうです。大トロですね。と本マグロ中トロ赤身です。ちょっとお金ちょうだい。2本で使い果たした白甘買っちゃった。年間でだいたい700から800キロぐらい。10分前後です。これ最高だなと思う時は8分です。なんかタイヤ屋さんが来たよってずっと待っててくれた。めちゃくちゃ存在な扱いしたらしくて。今日ベンさんも入れなかった。今日何来た49です。いや惜しい。1匹1キロ。買い物ではあります。じゃん。それこそ小学校ぐらいから私焼かされましたよ。ちゃんと帰ってくるよ。マイク何年かするから。2年ぐらい寝かしながら使ってます。今作ったのは再来年ぐらいです。このシャリと目利きされたいいネタとのこの相性最高です。100点満点のアナゴっていうのは100匹の中の30匹ぐらいかな。ここがいいマグロやってくれるんですよ。マグロは塩甘。月曜日から今日下ろして中抜きますよ。はいはい。じゃあお願いします。じゃあとりあえずこれぐらい落として中抜きますわ。はい。一応もう柔らかくてもう買い物ではあります。はい。お願いします。ちょっとお金ちょうだい。2本で使い果たした。手弱2つとキロが全部口でさ、ちょっと1回しとこうか。洗ってこうかな。白あんまで欲しいな。春はじゃあこれで。たったの2本。またね。はい、まだお願いします。はいよ。白あんま買っちゃった。いつもね池で買うんだけど。あ、でかいの発見。うん。おりゃ。行くか、まあいいや。どこ。長谷さん、ホッキ貝。0.65。いや、いいの入れてくれたね。そう。ほら。全然色が出る。下のを閉めてもらって、いつ閉めたのか時間が分かるようにしよう。必ず目の前で。その後の扱いが楽なんだよ。香り入った、穴子入った、赤貝入った。それ一番下にして。大丈夫だ、その辺で。ほんまの色どうだった？もうね、使い頃になった。やろう。あれ早く使った方がいい。
もうあるある。よし、いただきます。ちょっと醤油かけてね。塩入れてないですよ。やっぱ一番いいと寒い。5月か6月だな。うん。2019だったかな。18だったかな。その辺だな。だってそのうちミシュランから招待状が届く。招待状届く前にさ、普通にご飯食べに来てて、覆面が来るでしょ。休憩時間上がって、また店5に来たらさ、時に来たら2時間ぐらい待ってたらしうちの母が「ちょっと待っとって5時になったら娘たち帰ってくるで」とか言ったら「なんかタイヤ屋さんが来たよ」ってずっと待っとってくれためちゃくちゃ存在な扱いしたらしくてうちなんか入るわけないからもう行ってもしゃあないよねなんて話をしてて、だからお客さんがもしかしたら一生に一度のことかもしれないから出るだけでも価値があるから休んででも行きなって言ってくれる。いやまあしょうがないパーティー出るつもりで行ってくるかって言って「うちでいいの?」みたいな。ただ乗ったのは奇跡だけど、あんまりこう宣伝とかにも使わないし知ってる人は知ってくれりゃいいやん。どっこらせ。よいしょ。やっぱ好きだったね、小さい頃から。高校途中で辞めちゃって寿司の修行しに築地に、まあ言えばでも社会勉強しに行ったみたいなもんですよね。1年もしないうちかな、そこの先輩とまあ言えばできて追っかけてって恵比寿やら千葉やら五反田の居酒屋にもいたことあるし、東京うろうろしてたんですよ。で、まあ、何人目かの彼氏の時にちょうどその人ディーラーの人でワイシャツを出しに行ってたクリーニング屋がアルバイト募集って書いてあった。ああ、クリーニング屋も面白そうだなと思って、そのクリーニング屋さんで今の旦那と知り合って、やっぱり私父と母とお寿司屋さん寿司屋やりたいから一緒にどうって言ったらいいよって言ってくれる人だったんで、それでこっちへ帰ってきて一緒にね無事にこうやってお寿司屋さんやれて楽しいです。優しいですよね。私がこんなひどい口聞いて本当はいかんんですけど何でも受け止めてくれる。よいしょ。フグ取ったのも最初は調理師免許持ってなかったんですよ私。まあ、別に免許持ってなくてもお寿司屋さんは別にやれるんですよね、その営業許可さえ取れれば。で近くのお店屋さんに同い年の人で調理師免許とフグ持ってる人がいたんですよ。居酒屋さんやってたんだけど、うわマジで私も負けたくないわと思って、まずは調理師勉強して独学でなるべくね養殖を使わないようにやって熊は天然使うんだけどなかなかね時期が時期だけに今日は養殖だけどちょいちょい。よいしょ。ここからこうやって爪でキュッ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 ってやると皮が粘膜とトゲトゲの入ったところトートミってやつよいしょですね。ここがザラザラの皮、これよいしょ。これを4つに分断します。ちょっと
よし、できた。OK ですか。ナンパのおタコだけの可能性だ。はい。何名様でしょうか。9名様、少々お待ちください。埋まってまして。はい。はい、またお願いします。5名3名はい残念10名7名マイカ31日入り方の10名6名5名3名で入って9名さんも入れなかった。よし。まず乗ってる時です。すげえ元気だなこれ。5キロから7キロぐらい最低やるんですけど、どうですかね。おはよう。よいしょ。年間でだいたい700から800キロぐらい、毎日ちょっとずつ5キロぐらいとか頑張ってさばいてるんですよ。夏が旬って言うけど冬が脂乗ってます。最近三河は全然入らんから長崎の方から対馬だと思うな。一回そういうとこ自分が使っとる穴子本当どこで取れとるか見に行ってみたいところよ。よし旦那に交代。ありゃ。はい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 。よいしょっと。よし。今やってる手突っ込む。一発前。絶対常温だから難しいと思う。皮目の色がね、白くなった。10分前後です。一番いいやつで、一番これ最高だなと思うときは8分です。
うちのアナゴ生きてるんで、まだ生態反応あるんですね。だからさばくのも難しいんですけど、こう動くもんですからね。それをこのまま見るとこんなもんに済んじゃうんです。油の乗りでちょっと入れる時間にタイムラグですよ。割れが入ってくるんですね、火が入ると4分の1ぐらいは縮みますね。10分ほど煮ました。火をつけます。分かりづらいでしょうけど、もう我々なんですね。揚げたら爪をつけます。砂糖と醤油のと穴子のエキスだけしか入らないで、水気が残ってると結局傷むんですね。水気がなくなるまで詰めると多分コップ1杯ぐらいです。おそらく2年ぐらい寝かしながら使っています。やっぱ寝かした爪の方がまろみが出るんで、今作ったのは再来年ぐらいです。当時の主婦のそのあたりじゃ生きてるかな。じゃんかな。どんどん売らないと。これ赤身ね。よいしょ。ね。腹もだけ落とす。油ですね。腹ですね。びっくり。中トロと。まだ中トロだね。で、これを詰めるように。ここまで1本だけやりますね。はいよ、サンキュー。天台で。うん、天台いいよ。ランチ多い時で50人ぐらいかな。夜だと本当に30人ぐらい来たらもういっぱいいっぱい。ごめんなさい。
ここの先じゃないんじゃない？おやすみ4名様です。握りランチ1つ、サーモン2つ、1つエビアレルギーです。いらっしゃいませ。失礼します。はい、いらっしゃいませ。はい、6番さんお呼びです。はい。天然のヒラメとサーモンと天然のタコ。はい、3つ OK ね。いらっしゃいませ。進んでって9名様のところ。喋りだもん。喋った？力すごいなと思って。勝ちになっちゃった。よろしく。いいよ。夜にしようかな。はい。とりあえずこちらにまずそれが一番大きいホタルが。これでもこれ。これはコーダ入ってない。スライチ塩でもう一回ね。まだ割れてないんだこれ。はい。じゃあこっちとこっちだな。はい、お待ち。はい、ありがとう。いただきます。春らしいんで。ちょっと甘みが出るけど。はい、このままお召し上がりよ。はい、はい、来た。はい。日頃。あ、でもまあまあ入っとるで。これ皿に使いなかった。そうさっき。
ああ、砂糖で締める人いたね、それね。オッケー。あきごめん、ちょっとこれ置いといて。120で、あ、じゃあ、ごめん、140で。うん、140。あれ、これまだ。これマダイとここが黒い。4巻ぐらいでしょうかな。片身4巻ね。めっちゃ鮮度いいっすよ、これ。よいしょ。これは鮮度いいな。刺身いけるよ、これ。鮮度ね。これなんかこういうことだ。何が？あ、もう使っちゃった。うん。熱いよ。いきます。超目分量。沈むまで置いておきますんで。甘鯛を取る。いいよ、やってる。前でいいよ。中身だけ。うん。よいしょ。いい。チビでもね。よいしょ。色青。どういいか。後でもう一回つけ直すか。よいしょ、まあこっちに移しとくわな。使えるものだと。これもね、軽く塩と酢で締めて握ってやるんですよ。つまみでもいいんだけど。これ。よいしょ。岡田はね、私が大好きな魚なんですよ。岡田さばいてると本当に2時間でも3時間でもさばけるよ。実際新婚の時はかかるしな。うん、新子はね、またね、楽しいんだわ。よいしょっと。でうちね、結構強めなんですよ。私が好みなんだけど。よし、OK。あ、俺かけちゃったけど、足がしたと思ったら。なんかこっちじゃでっけえな。OK、これで塩で30分します。来た来た。足
がいっぱいある。ちょっといいかな。うわ、めっちゃ卵持ってるね。アジの白子美味しいの知ってたみたい。知ってるよ。でもさばいたら俺そっちのあ、卵は食ったことねえな。よしと。2分経ったらかましをこっちな。でこっちは25分ぐらいさせてもらうわ。どうも。あ、なんか。みそ、これちょっとさ、かます中干しちょっと送ってきてくれへん？うん。3キロ。これ後で失礼します。じゃあもう鱗ともなかった。よいしょ。これでちょっと置きます。今日の夕方におつまみです。これは4分かな。4分ね。海になるかもしな。そしたらこれでランドリーいいよ。人。飲んでください。いいね。よし。ちょっと後でにして。水浸しになっちまうから向こうできれいに拭くわいな。きいちゃん洗うやつとで、そこで塩もんです。砂噛んでるともう取れないんですね。これが小柱ですね。
あんまりさ、この煽りかきたきすぎてさ、前に終わらせとかないと、発しないと誰がどこの席なんだわかんないじゃん。11時半でお願いしますそうだよ。で前いて12時からの人だよって言って。この池の青柳出す人ほとんどいないですよ。名古屋で1個しかねえ、1箱しかねえよって言ってた。うちは青柳を出してるから、いつも青柳好きのお客さん結構多いんですよ。あ、落ちた。まだ取ってないから。トムさん、もうじき、サバだ。いいよ。よいしょ。ああ、早い時間か。で、これを食べる前にまずイカを食べてほしい。4種類ある。ケンサキ、アオリ、スミイカ、ササイカ。すごいね。これがいい。はい、これアオリイカです。スミイカは塩でいこうか。はい、塩ね。スミイカ。はい。塩です。歯応えが違う。なんかサクサクしてる。はいよ。分かったよ。もう一回するでな。よいしょ。もうちょっと油っこいとこいくよ。いいよ。しまってくれ。はい、ごめんなさい。はい、生一丁ね。さよりです。重要だよね、ガソリン。これも。はい。落ちたんだね。ああ、ごめんなさい。丸串で今。これはい。美味しい車でね。嬉しい。失礼します。じゃあまず。乗っけます。いいですね。いいんじゃないこれ。マグロとクロとあとスミイカとかカンパチ、あとシマアジも入ってるし。
じゃあうずら芽ネギちょっと準備して。でこれはまだまだ爪が甘い状態で、ここから多分5分の1ぐらいまで月曜お休みして、火曜日で木金土っていう4日分で大体5キロずつやると20キロ分なんですよ。ペットボトルに半分がやっと取れる。それをまあ毎週繰り返していきます。まだ暑いのでとろっとしてますけど、冷めると固まっちゃいます。あんた向きにしようか。なんかここに焼き間違い？お待ち2名様、おあと3名様お待ちです。はいよ。いいよ、塩から食べてね。はい。はい、お待ち。うずら。はしゃいついてるよ。自分の車のナンバーピンとかですか？おっと。つらいレゴ。あいつと。俺のインスタ簡単に乗っ取られた。おお。あ、美味しい。来ました。デザートいらんの。泡がいっぱい。狭いのはね。よいしょ。夜も一本炊いておいた方がいいね。よし、秋お座りは。お疲れさんだ。はい。はい、じゃあ。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。お疲れ様。お疲れ様です。僕やるの。はい、もういい。こんなもんいいか。どうするでしょう。はい、はい、ありがとうございます。はい。今日何来た？
49です。惜しい。50超えてるかなって思ったんですけど。50超えたからね。まあでもまあまあ50目前だけど、まあよく頑張った。一件でも電話で断りました。本当にね。また来てくれるといいな。この残り。よし、じゃあ。はい、ごちそうさまでした。はい、ご苦労様でした。はい。痛かったもんで。申し訳ない。よいしょ。よいしょ。はい。何でしたろう。あれ。はい、おご苦労様。よいしょ。全然違うでしょ。これ冷蔵庫に入れるともう固まっちゃいます。これぐらいにするともう何年でも持ちます。もうそれこそ10年経っても大丈夫です。声が。これだって10分ぐらいかもんね。みんなしていっぱいいるから。カニが襲ってくる。これは今日の朝ですね。で今煮付けこの1匹分いるかどうか聞いてきます。お邪魔します。もう終わる。ゲソ焼きや。はいよ。はい。身が縮む。鮮度良すぎて。これだ。ほら。
これ私が動かしてんじゃないんだよこれ。すごいね。でもこれ切るのも難儀だわこれ。まあの。はい。ネギたっぷり。これで馬刺しが出て。どっか行っとったんだよねお前。はい。丹精込めて作ったわさ。アジでしょ、サバでしょ、ハダ、古代。古代のつまみにしようか。オッケー。はーい。はーい。ちょっと出す前に出しましょうか。食べ出し。いいですか。はい。よし。どうでしょうか。一匹1キロ。混ぜすぎもよろしくないんで、ちょっと白いとことが残るぐらいの溶き具合でいきます。うちは。ありがとうございましたかな。それこれ。卵はね、それこそ小学校ぐらいから私焼かされましたよ。よいしょ。できました。はい、どうも。はい。あ、卵。わ、すごいね。食べる？さすが師匠でちょうだい。夜ダメ。そうなんだな。大きめに切ってあげるで。熱いよその代わり。よいしょ。あ、しょい。ほっ。ほっ。はい、お待ち。じゃあこっちね。いいよ、私は。あ、いい。ごめんね。ごめんね。もう。はい。食べたかったら調整。美味しいよ。これは無理だ。
本物やろかい。今本間でやってますよ。もちろんじゃないですか。せっかく今日入ったやつね。よいしょ。すぐ作れる。少々お待ちを。はい、いらっしゃい。はい、いつもの場所にどうぞ。外は空気が冷たいね。はい、お願いしはい、ごます。朝ごね。塩釜の今日ね、本マグロの。で、こちらがアオリイカ。で、奥がシマアジ。天然です。ヒラメが天然、縁側、あとシャコです。ごめんね。はいよ。ありがとう。やった。はい。はい。よいしょ。うまそう。はいよ。はい。じゃあこれシャコね。はい。息子は僕造園業を営んでるんですけども。はい。2個握っちゃった。いい？1個ずつ？はいよ。ありがとう。はい。今日のマグロさ、大トロ、中トロと赤にあるんだ。全部見てみて。全部いく？全部。 1個ずついきますか。はい。かしこまりました。はい。そうね。はい。大トロですね。と本マグロ、中トロ、赤身です。今日だと今日3日目だね。そうそう、3日連続来てます。多い時は週4本ぐらい来てる。何が一番いい？やっぱりトモさんが一番いいかな。もう神が一番です。やめてちょうだい。恥ずいわ。何度でもいいです。ごめんね。こうもやばいじゃん。終わり。なんかもうちょっといいとこない？いいの？やっぱり、男らしいとことかさ。そうそうそう。これだ。いやでもね、この男勝りがいいんですよ。ミサオさんは偉い。みーちゃんも映るよ。ありがとう。これ天然の。はい。こちらに置きます。天然のタイです。天然のヒラメとこれシマアジ。桜ぶり。まずはアオリイカね。でこちらはケンサキイカを糸にしました。お塩ついてます。はい、じゃあ小肌に。これカスゴダイって言って春の子とか言ってカスゴダイね。でカマスは皮を炙ってあります。はい、ごめんなさい。茹でたての車エビと、はい、剥きたての青柳です。エミさん、カウンター56と5番でお隣じゃあ3名様で準備で。はい。ほり。物さ入っとるはずなんで、まあ100点満点のアナゴっていうのは100匹の中の30匹ぐらいかな。あとは90点、80点勝手に点数つけますけど、まあそれなりに脂があるやつを選んでるんですけど。目利きしていいもの仕入れてうまいもの食えるっていうのも嬉しいけど、そのやっぱりトモさんが握るこのシャリ、めちゃめちゃうまいですね。そのシャリとこの目利きされたいいネタとのこの相性最高です。すごくうまいです。迷子なってかんやあんた。水先食ったら帰って。最後帰ってこいよ。迷子になんない気がするから。あんたが心配なら迷子だ。